こんにちは。長崎キリシタン機構、ナビゲーターのももです。今回は西坂から浦上街道を歩いていくこととしましょう。結構アップダウンが多いので、歩きやすい靴でいらしてくださいね。こちらが長崎浦上街道、ここに始まるの日です。この道を歩いて26聖人は西坂まで来たんですね。今日はこの道を26聖人とは逆向きに歩いていこうと思います。全部歩くのは大変なので、途中の長崎大学医学部までですけど頑張っていきましょう。聖徳寺が見えてきましたね。浦上村の人たちの旦那寺だった寺院です。江戸時代は寺受け制度というものが敷かれていたので、すべての日本人が寺に籍を置かなければなりませんでした。浦上村のキリシタンは、教会に復帰するまでの200数十年間この寺に所属し、キリシタンではないことの証明としていたわけです。しかし神徒発見以降、浦上村の信徒たちは寺の僧侶を呼ばずに死者を埋葬しました。それで奉行所は、潜伏していた信徒が信仰に立ち戻る動きを見せていると知り、弾圧強化に踏み切りました。それが浦上4番崩れです。浦上4番崩れについては、また詳しくお話しする機会があると思うので、ここではそういった弾圧事件があったとだけ、お話ししておくこととしますね。街道をしばらく進むと前座跡の碑があります。聖徳寺やこの前座のある地域は昔、馬込郷と呼ばれていました。遠藤周作の小説女の一生一部菊の場合の主人公菊はこの馬込郷の出身という設定ですね。小説の冒頭ではこんな風に馬込郷のことが描写されています。クスノキやハンノキの多い山、その斜面に点在する荒屋根の農家、そしてそこからは真下に長崎の入り江や埋め立てて作った神殿が見下ろせる。陽光と緑に満ち、その草木の遠くなるほど静かな馬込郷の集落。大きなクスノキから小鳥の声がする。その声が聞こえなくなるお昼時にはどこかで鳥が鳴いている。さすが、遠藤周作。情景が目に浮かんでくるようですね。あらら、昔の街道は時にすごいところを通っていますよね。車はおろか、人一人通るのがやっとみたいな道が続いて、私有地の間を縫うように進むこともあります。アップダウンもあるので足元に気をつけてくださいね。街道から少しそれるのですが、長井隆夫妻のお墓がある坂本国際墓地にも寄っていきましょう。こちらが長井夫妻のお墓です。長井隆の墓と書かれていますが、奥さんのみどりさんも葬られています。みどりさんは原爆で一瞬にして亡くなって、骨のかけらとロザリオしか残されてなかったわけですけど、長井隆は1908年、島根県松江市に生まれた医師です。1945年8月助教授を務めていた長崎医科大現長崎大で被爆し、重傷も負いましたが、自宅に戻ることもなく、そのまま患者の治療に当たりました。投下された爆弾が原子爆弾であると知ったのは、米軍が翌日に投下したビラを読んでからでした。原爆投下から3日後にようやく自宅に戻りましたが、妻の骨のかけらがあるだけでした。子供たちは疎開していて助かりました。長井隆は戦時中から医師として結核患者の X 線検診をしていましたが、フィルム不足で直接透視による診断を続けたため、白血病を発症。被爆した体で被爆者の治療を続け、1946年7月、長崎駅近くで倒れ意識不明になりました。幸い意識は戻りましたが、病床に伏すこととなりました。自宅に設けた女古堂で執筆活動を行い、カトリック信仰を元にした多くの著作で世界平和を訴え、1951年に死去。ここに眠っているのです。墓所の隣には、島根県から送られた御遺構、緑の花を咲かせる桜が植えられています。春には美しい花を咲かせるんでしょうね。墓所を後にして、再び浦上街道に戻ってまいりました。解説版には、日本26聖人やオランダ召喚医ケンペルなど、多くの人々が往来しましたと書かれています。しばらく歩くと、26聖人が寄った山王神社が見えてきます。被爆したクスノキが大きいですね。原爆とキリシタンと2つの意味で重要な場所です。当時この周囲にサンラザロ病院があったとされ、26人が休憩を取った場所と言われます。ここでパウロ・ミキは国会の時間を与えられ、ディエゴ・キサイとヨハネ・ゴトウは、正式にイエズス会への入会を許されました。
原爆の遺構としては、爆風で一本となってしまった2の鳥居が、道を隔てたところに残されています。山王神社の鳥居は参道に4つありましたが、本殿から遠い、つまり爆心地により近い4の鳥居と3の鳥居は倒壊、2の鳥居は半分になってしまいました。ベンチもあるので、少し休んで、キリシタン時代と原爆を考え、平和を思うひとときを持ってから行きましょうか。さて、それでは先に進んで、今度は今日の峰墓地へと参りましょう。こちらも街道から少々外れるのですが、今では少なくなったキリシタン墓碑を見ることができるのでご案内したいと思います。こちらがキリシタンの墓碑です。26世人記念館の中庭にあったのよりずっと大きいですが、雨風に打たれてだいぶ形が崩れてきてしまっていますね。こちらは長崎市の指定史跡で、市の公式ホームページにはこのような解説が載せられています。潜伏キリシタンの墓石である。幕府の厳しいキリシタン取り締まりと、仏教による宗教統制の中で、潜伏キリシタンは墓石に仏教式石塔を用い、戒名を刻まなければならなかった。このような情勢の中で、この墓石は戒名のない伏せ碑であり、形変わり僧侶破壊師として、寛政3年6年8年と3回に及ぶ長崎大官の取り調べを受け、取り壊しを命ぜられながらも、なお今日に残っている。これらの墓石は信仰弾圧に対する潜伏キリシタンの抵抗心理を物語るものである。これらの墓石とあるので、複数の墓碑を指していっているのでしょうけれど、なかなかそれと断定できるものは少ないようですね。失われつつあるのかもしれません。こちらの墓地には、開国後最初の日本人司祭となった3人のうちの1人である、深堀達右衛門神父のお墓もあります。開国後、信徒発見で教会に復帰した潜伏キリシタンは、次に日本人司祭を再び生むことを願いました。1875年に大浦に進学校が設立され、深堀達右衛門、高木源太郎、有安並蔵の3人はそこに入学。1881年12月17日に除祭となり、1882年12月31日に司祭として除会されました。これは、本格的な日本の教会の復活を意味する大きな出来事でした。残念なことに深堀達右衛門神父は司祭除会から5年後に亡くなってしまいましたが、歴史の証人の道を歩んだ人物であると言えるでしょう。では浦上街道に戻って、最後の目的地、長崎大学医学部に向かって、もうちょっと頑張って歩きましょう。着きました。入り口に長崎医科大学の門柱が残されています。長井隆が学生時代から日々通った門ですね。この門柱と遺構は、原爆の威力を物語るものとして残されています。見て嬉しい類のものではないですが、こういうものから感じられることが多くありますよね。ということで、今回の散策はおしまいです。たくさん歩いて疲れましたよね。でも、その分夕飯は美味しいと思いますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントをいただけますと大変励みになります。よろしくお願いします。